サイレン。当時小3だった俺は、仲のいい友達の家に遊びに行った。その友達の家は農家で、町から少し外れにあった。俺を入れて4人で自転車で行くことにした。以降俺、A、B、C とします。家に着いて友達が迎えてくれた。以降、礼します。着いて、すぐ、当時よくやっていたセガサターンで遊んだ。セガサターンも飽きてきた頃、礼が、実は、近くにヤバそうな廃墟があるんだよね。と突然言い出した。当時心霊系にめちゃくちゃ興味があった俺たちは、セガサターンを止め話を聞いた。小3だったので、今まで肝試しをしたことがなかった。テンションの上がった俺は、これは行くしかないしょ。当然みんな賛成。自転車で向かった。廃墟まで自転車で10分、田舎の10分は結構遠い。廃墟まではいくつか内緒がある。身代わり地蔵が5体並んでるとか、工場のため池みたいなのがあって、そこでは事故が多発するとこで常に花が置いてあるとか、後にそこでも体験。みんなテンションがおかしかったから、猛スピードで廃墟に着いた。着いて、間もなく血の気が引いた。A と C はすぐに帰りたがった。A が、とりあえず入ろう。俺と B は賛成。A と C も賛成して入ることにした。ドアを開けた。ギー。と映画のような効果音がしたと同時に、生温かい空気を感じた。意外な広さにビビりながら周りを見渡した。隣のトテロのあの家に似ている。みんな固まって歩いた。俺は最後尾で、A と B が先頭でまず台所のようなとこに向かった。ごく普通だった。次に居間に行くと、それまで静かだった B が足を止めた。居間に入ろうとしない。何これ、足動かん。他のみんなは居間に入っている。B からは涙がこぼれている。しかも、その涙は自然に出ている感じだ。それを見てただごとじゃないと思い、居間を出て B を掴んだ瞬間、大きな音が家中になった。その音は空襲警報みたいな、サイレンっぽい音で、みんな条件反射でしゃがんだ。誰かが、台所、とかすかに叫んでるのが聞こえ、台所の方を見ると、男が立っている。白衣らしきものを着て後ろを向いてる。みんな耳を押さえながらそいつに釘付け。その男はゆっくり振り返って、ポケットに手を入れて、無表情でこっちへ向かってきた。無我夢中で玄関へ走った。動けなかった B も走ってた。玄関に走り着いたが、ドアが開かない。やべえよ。もう号泣。その時サイレンが止んだ。サイレンは止んだが足音が聞こえてる。振り返ると白衣の男が目の前にいた。みんな凍りついて立ち尽くした。レイだけがドアを開けようとしていた。白衣の男は奇声を上げるように笑い始めた。それと同時にまたサイレンが鳴り始めた。その時、ドアが突然開き、みんななだれるように外に出た。自転車に飛び乗り逃げた。
逃げながら後ろを見ると、ドアが静かに閉まっていくのが見えた。自転車で友達の家に逃げ着いて、友達のお母さんに訳を話したら叱られた。そのお母さんも、その廃墟のことを知ってました。この体験が最初にして一番強烈でした。